こんにちは、お侍さんです。今日はですね、長野県のディバイザーさんの工場に来ています。僕のシグネチャーモデル HJ お侍さん2の調整をしている場所なんですけども、ここは普段普通の人は入れない場所なんですけども、今回は特別に実際の調整の現場を解説してもらいながら見ていきたいと思います。それでは入っていきます。お邪魔しますね。失礼します。それではですね、現場の責任者の赤澤さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤澤と申します。よろしくお願いします。お侍さんのシグネチャーモデルなんですけれども、こちらの方がですね、ヘッドウェイブランドの中の、ジャパンチューンナップシリーズというシリーズになりまして、海外の工場の方で、基本的な構造、作りというのを、しているんですけれども、最終的なセットアップ調整の方をですね、こちら日本ここで、行っているという、シリーズとなります。今日はですね、シグネチャーモデルの方も、調整を行っていますので、詳しく工程ごとを見ていきながら、ご説明させていただければなと思いますので、よろしくお願いします。楽しみにしてます。では早速見ていきましょう。ではまず最初にですね、最初の工程として、まず外観チェックというものを行っていきます。こちら HM お侍さん。そうですね、シグネチャーモデルの HM お侍さんの方になります。こちらですね、まず、取れた状態で、ヘッドの上の方から、エンドの方まで、まず塗装面の不良だったり傷だったり、そういった不良というものがないのかどうかっていうのを確認していきます。はい、こちらの方外観チェックの方大丈夫そうですので、弦の方を外していきます。はい。これが弦が外れた状態ですね。弦を外して次の工程として、まずパーツ類っていうのがちゃんとついているのかどうかっていうのを確認していきます。まずこちらスタープピンの方ついていますので、こちらのビス止めがしっかりされているのかどうかっていうのを手でしっかり確認していきます。緩んでいることもあるんですね。そうですね。緩んでいることもあります。あとエンドピンの方も、抜けないかどうかっていうのをして、あとペグですね。このナットの部分が緩んでいることがありますので、その方でしっかり締めていきます。いや、この機材はちょっと持ってないですね、普通の人は。そうですね。こちらの方でパーツの方もしっかり止まっていることが確認できましたので、次、ナットの方の加工に入っていきます。こちら届いたままの状態ですと結構角張っていて、手に当たって少し痛いような状態になっていますので、こちらの方を、ヤスリトを使って丸く成形していきます。ヤスリの方である程度の形で作りましたら、結構粗い傷が残ってますので、ペーパーの方で傷を細かくしていきます。ちなみにネイルとかもそうなんですけど、粗めに削ってから、目の細かいやつでやっていくと、何でも仕上げが綺麗になるっていう。そうです。同じ。いろんなもの大体そうですね。そうですね。傷を細かくしてピカピカにしていくという。最後、さらに細かい。で少し光沢をさせて。こちらで完成です。ナットの触り心地を気にしたことなかったんですけど、言われてみるとすごい滑らかですね。こちらにまだ成形前のだいぶちゃいます。ちゃいますけど。角が取れて当たっても痛くないような仕上がりになります。これは丁寧ですね。こちらで1つ目の作業の方が終了になります。はい。レッドの方のすり合わせの方の作業をしていきます。今日入ってきたばっかりですと、フレットの方が少しガタつきがあったりして、ビビりの原因になることがありますので、しっかりすり合わせをして、平らにしていくという作業になります。これ結構原稿とかにも直結する問題ですよね。僕はすごい原稿にこだわっているので、とても大事な作業だと思っています。やっぱり低い原稿を求められるとより正確なすり合わせっていうのが重要になってきますので、とても大切な作業になります。
もう素人目には分かんないですけど、これもやっぱ感覚がものを言うとこなんですかね、やっぱり。そうですね、もう慣れてくれば手の感覚等で分かってきたりもしますが、細かく見るときはスケール等を使ってしっかり確認していきます。スケールっていうのは定規そうですね、定規。こういうスケールで水平を取るみたいな感じですよね。これ隙間がないかって感じですか？そうですね、隙間の大きさだったり、あるかないか等でまっすぐになっているかどうかっていうのを確認していきます。次はですね、削りすぎて少し平らになってしまった部分っていうのがどうしてもありますので、そちらの部分の頂点をしっかり出すように周りの方を削っていきます。じゃあこれ丸みを帯びてる。そうですね。しっかり頂点が出ましたら、次は、フレットサイドの方の、少し角割りがありますので、そちらの方を削って丸くしていきます。高音源側が滑らかだとスライドしやすそうな感じしますね。こうやって角を取っていくことによって、手の当たった時にも痛くないような状態にはなりますので。言われて初めて知ったことですね。いや、今までずっと弾いてましたけど、そう言われてみると丸いなみたいな。で、角の方をしっかり取りましたら、ペーパーの方でまた、傷を細かくしていきます。で、最初からこの精度でセッティングされてるギターってなかなか特に低価帯はないんじゃないかな。そうですね。やっぱりどうしてもセットアップ代だけで結構お金かかったりもしますので、そちらの方をしっかりこちらでは、全ての機種でやっているというところで、しっかりとした精度でお客様に届けていきます。それがヘッドエとかディバイザーの強みだと思うんですけども、はい、やっぱある程度こうやって分業して効率的にやって、最初からこんだけ手をかけてセットアップしてお店にまで行ってるっていうのがすごいなと感じるばかりで、ありがたいなと思いますね。スペットの仕上げができましたら、最後レモンオイルの方で指紋の方を保湿と汚れ落としとしてきれいにしていきます。こちらでフェットの処理の方は終了になります。もうキラキラですね。じゃあ次の工程、山川さんよろしくお願いします。お願いします。これギターあれ？こちら、シグネチャーモデルの方ではないんですけども、レギュラーでラインナップしてます、HJ の5080というモデルになります。なんかもうシグネチャーモデル全部組み込み終わっちゃったらしいんで、ちょっとこちらで工程だけ説明という形で。大人気ですので、ありがとうございます。売れてしまって。こちらの工程になるんですけども、こちら、ブリッジとサドルの方の、加工の方の工程になります。まずですね、ブリッジの方、ペーパーをかけまして、バトコイルというものを塗っていきます。こちら木材の保護の、次は、サドルの方の加工に入っていきます。こちら、現状ですとまだ角張っていて、かなりデコボコしているような状態。こちらの方を加工して、丸くして、こちらも手に当たっても痛くないような状態にしていきます。こちらも、一やつのであらかた、続き終わりましたら、ペーパーの方で、しっかり細かく、どこまでにして、プレイしていきます。弦に接してるってこともあって、音に影響もあるんですかね。そうですね。弦の起点にもなりますので、しっかりその、弦バランスというか、が取れていないと少し大きな音が出たりしてしまいますので、しっかりその辺を確認していきます。歌の仕上げにクロスの方を出まして、少し高も立ったような仕上がりにしています。あと底面ですね。底面しっかりまっすぐ出ているかどうかっていうのを確認して、出ていなければ削って調整するので、こちらで完成になります。滑らかになっている。いや、すごいですね。こちらで、この、ブリッジサドルの方の、工程が終了になります。これもシルエット1おさめさん2ですか、これは。
そうですね、はいシグネチャーモデルの方をご用意させていただきました、ありがとうございます。あと最終調整の方ですね、うんこれから入っていきます。ラベルと、弦の方が入りましたら、最後は、ナット溝の高さの調整ですね。うんこちらの方を、行っていきます。これよく職人さんやってるの見るけど、自分ではまあやんないんですけど、どういうふうに見てるんですか？やっぱくっついてるかくっついてないかとか距離とかって感じなんですか？そうですね、こちらの方のやり方では、3フレットあたりを押さえまして、1フレットとの隙間を見ていきます。じゃあ少し高い状態ですと、筋肉差になりますので、こちらの方は削って、ナットの溝の部分も原稿に直結する話ですよね。そうですね、こちらのも高かったり低かったりばらつきがありますと原稿がバラバラになってそうですね。引きにくいっていう状態にもなりますので、しっかり同じくらいの高さで揃えられるように調整しています。これもちょっと素人的には僕は全くノータッチなんで全部職人さんに任せております。僕のシグネチャーモデル含め特にアコギは原稿がすごいプレイアビリティに直結してて、原稿調整をとにかく大事にしてくださいって特に僕のシグネチャーモデルは言ってるんですけど、とか僕のリスナーさんには本当原稿が大事だってずっと言ってるんですけど、原稿の調整って本当はこういうすごい細かいことが大事で、ちょっと素人はあんまりできないんですよね。今ギターを弾いてる人でなんか問題があったら、もしこれからギター買う人はこういう風に調整されてお店に出てるっていうのは、これが結構すごいことなんで、実際お店で触って確かめてもらいたいなと思います。原稿の方、調整できましたので、あとはですね、ロットの調整として、かけていきます。これも職人さんでやってるのよく見るんですけど、これ多分職人の感覚なんだろうなっていう感じ。ネックの反りの方が、調整できましたら、次は原稿を、確認していきます。こちらではですね、原稿の方、すべてのモデルの方で、工場の、しっかりと基準というのがあるんですけれども、JT シリーズ、JT シリーズの基準というのがあるんですけれども、こちらの中でも、おさむ屋さんのシグネチャーモデルの方に関しましては、その現行の、シリーズの、設定よりも少し低めの設定をして、出荷しています。これは結構大変というか、原稿を下げれば下げるほど問題が起きやすいんですけど、それをシビアに攻めてもらうことでとっても弾きやすくなるんですね。これは僕がお願いしてやってるんですけど、ありがたいことです。最後はフレットを一つ一つ引いていって、ビビりの方がないかというのを確認していきます。開放弦はともかくどのフレットでも同じような音が出るっていう状況がギター的には一番好ましくて、弾き心地も差がないというか、ビビりもそうですけど、こちらで完成となります。ちょっと調整前のギターと調整後のギターを比較してると思うので、ちょっと触らせてもらいます。これ調整前ですね。なんで、やっぱ全然違いますね。滑らかさが。全然違います。びっくりした。全然悪くないですけど、やっぱ原稿は明らかに高いなっていうのは感じますね。じゃあこちら調整後の方ですね。やっぱね、全然丸みがちゃいますね。触り心地が全然違う。
明らかに違いますね、これは。とりあえず弾きやすいです、本当に。いや、すごいいい感じだと思います。ありがとうございます。以上がですね、ジャパンチューナップシリーズの、各工程の調整の、様子となります。なんだろう、いつもこうやってる時に考えてることとかってあります？そうですね、やっぱりお客様の、弾きやすさっていうのを第一に考えて、こちらとしては作業しています。いや、実際すごい丁寧でしたね。一つ一つの工程もそうですし、完成したものと微調整のものを弾き比べてみると、微調整のものも全然弾けるし音も鳴るんですけども、やっぱり調整された後の方がなんとなく音が上品になって、触り心地がやっぱ一番違って弾きやすさも全然違ったんで、リバイザー取扱店っていうのをちょっと検索してもらって、お近くのお店で JT シーズ触ってもらうのがいいのかなと。その中でもお侍さんシリーズはちょっとさらに弾きやすく攻めてもらってるので、そういうお店で実際触ってもらいたいと思います。貴重な現場を見せていただきありがとうございました。ありがとうございました。そして職員の皆様も、ちょっと見えないかもしれないですけども、たくさんいらっしゃるんですけども、ありがとうございます。それではリバイザーからお伝えしました。ありがとうございました。